さて、どういうところに使うかは皆さんのアイデア一つですよ。はい、皆さんこんにちは。柴崎です。お元気ですか？柴崎も見ての通りとても元気です。今回もね、また超基礎編のお勉強の時間になりました。前回ね、グラデーションというテクニックで、空間の表現をね、お見せしました。今回はその第2回目をやってみたいと思います。やっぱりね、それだけこのグラデーションってのがね、とても大事な、絵を描く上では大事なテクニックだからね、どうしても柴崎2回やりたかったんですね。今回は前回と少し違うところは、前回はブルー一色でやりましたね。今回はそれを多色でやってみたいと思います。ね、たくさんの色を使いながら、暗くだんだん明るくというグラデーションです。さて、こういうのはどこに使ったらいいのかな？当然、暗く明るくは空間に役立つんだって話しましたので、空間です。でも空間でもね、多色での空間。さて、どういうところに使うかは皆さんのアイデア一つですよ。では早速、その多色のグラデーションやってみますね。画面見てくださいね。まず最初に水を塗るんでしたね。お水のフラット塗り。水を持ってきます。たっぷりの水だね。その水を伸び伸びした筆使いで筆圧を軽くして広げる。この時に少し画面を立ててあげるとね、流れる力を利用して広げやすいんですよね。さあ、上からだんだんね、水がうまく広がってきました。下の方に来ると、今見えないでしょうけど、ここに溜まってきますね。取ります。これ取って、まず水のフラット塗り。これが肝心ですね。さあ、ゆっくりね、慌てなくていいんですよ、全然。水をたっぷり用意すればね、もういつまでも濡れてますからね、紙が。では早速やりましょうね。まず暗い色、そうだな。じゃあ、プルシャンブルーとかウルトラマリン、ここら辺でいきましょうね。たっぷりと濃いめに溶くんでした。たっぷりと濃いめです。ここでね、気持ちが焦ってしまって、もうちょこちょこっとしか絵の具溶かない人いるんだけど、そんなことない。たっぷりと濃いめですよ。そして、筆に十分含ませてきて、上から筆圧を軽くしてのびのびと絵の具を乗っけます。こうだね。そうすると、だんだん絵の具が下に降りながら、ほら、グラデーションになってきたでしょ？こうですね。さて、では次です。筆を洗いますね。コン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 。何の色にしようかな。じゃあ、これね、クリムソンリーキでしょ。これをたっぷり溶いて、これもたっぷりだよね。濃いめにたっぷり溶いて、これに重なるようにして、色を入れていきましょうね。こうかな。あ、これがクリムソン見えてきましたね。だんだん明るく。様子を見ながらね、ちょっと濃度をまたちょっと調整してみてくださいね。これ目を細くするとね、暗さ明るさの変化がわかると思います。こうして、じゃあクリムソンの色が見えてきましたね。さて、今度はちょっともっと明るくね、バーミリオンなんかしようかな。バーミリオンを濃いめに溶いてきて、この辺だね。こんな感じ。たっぷりと。こうかな。真っ赤っかにですね。こうやって塗ってあげる。だんだん下に下ろしてきて、明るくなる。これをね、こうやって明るくならなかったら、綺麗な筆で、これを少し取ってあげているんですね。こうやって取ってあげると明るくなります。こうやって調整してもいいですよ。そして、次に黄色でした。黄色も濃いめにたっぷりです。もうとにかく濃いめにしないと発色悪いからね。濃いめに。で、ここにこう重なるようにしてね。こうだよね。こう
できます。わー、すごいな。眩しいようだね。そしてそれを少し水、絵の具で言えば白ですね。多めにして、ここでだんだん伸ばす。わー、ここら辺すごいでしょ。びっくりですね。そして上の方、絵の具が流れてきちゃったからね、ちょっと明るくなっちゃったんですね。だからもう一度たっぷりと濃いめに絵の具を、これブルーとプロシャンブルをね、溶いて、またこれ乗っけてあげよう。こうやって乗っけてあげる。この時筆圧を軽くですよ。軽くして前の絵の具と混ざり具合を見ながらね、そーっと足して、このくらいかな。それこう線になっていいんだよね。こう立ててるとだんだん混ざってきますからね。そうやって変化をつける。そしてこれがそっとこう置いて、グラデーションね、これを乾かしていくからということになります。まだこれ混ざってないよったらこうね、動かしてちょっと様子見てみましょうね。さあ、できました。ちょっと剥がしてみるよね。これね、どんなになるかな。やっぱりこの結果を見るのは楽しみなんだよね。のびのび描いたし、筆圧も軽くしたし、たっぷりの絵の具も塗ったから失敗してるはずがないな。お、すごいすごい。どうだねえ、こんな単純なテクニックでもね、結果が出ると嬉しいんだよね。どうですかね。水と紙と絵の具と自分が仲良くなった証拠ですね。さあ、どうでしょう。ちょっとね、立てて皆さんに見ていただきましょう。はい、これです。ね、どうでしょう。はい、これにはまず、前回と違ったやっぱり考え方が必要でしたね。前回の単色でやるやつは暗い色を選んでから水の量の加減でだんだん明るくグラデーションしたんでした。でも今回は多色ですから、どういう色を選ぶかっていうことを最初考えなきゃいけないね。暗い色は当然暗い色を選ばなきゃいけない。明るい色は明るい色を選ばなきゃいけない。という色の選択がまず必要です。そしてそれぞれの色をたっぷりと用意して、自然と広がる色の力を利用しながら違う色同士が混ざっていってグラデーションになる。ここですね。これはね、とてもね、使い心地があるんだけども、練習しないとね、ダメなんだよ、これは。これ多分やってみるとね、思ったよりいかないなってことはきっとあると思う。でもね、諦めないで。ね、自分のものにしましょう。はい。今回ね、これ見てね、よーし、やってみるぞとね、今、闘志が湧いているあなた。そういう方もね、評価と、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。
かがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。